ちょっと今日栃木県で急遽先週雨が降っちゃって今日調査の日程が入ってしまってちょっと汚い格好で来てしまってるんですが、すいません。今日私は小暮先生の素晴らしい電子顕微鏡を使ったお話がありましたが、それに引き続き、理学部からということで、どちらかというとメカニズムの解明的なことに興味があるんですが、この部屋に伺ったら一般の方が非常に多いようにお見受けしましたので、少し急遽スライドを入れ替えまして、いろんなちょっと私自身の思いみたいなことを2011年、5年前ですけれども、僕は実は広島大学にその時はいたんですが、何をしていたかというとですね、その年はどういう年だったかというと、僕もともと化学科の中西先生の後輩なんですけども、化学科の出身でして、2011年は実はインターナショナルイヤー・オブ・ケミストリーっていう世界的に化学を祝う年だったんですね。でそれは何でかというとですね、実はちょうどその100年前にマリー・キュリーがノーベル化学賞を取ったということにちなんで、2011年は科学の年ということを世界で祝ってたその年の3月に、ああいう事故が起きてしまった。しかもマリー・キュリーの受賞理由ってのはラジウムとポロニウムの発見とラジウムの性質およびその化合物の研究ということで、まさに放射性物質の発見でノーベル賞をもらった100年後に皮肉なことにああいう事故が起きてしまった。で私は実は今は地球化学会という学会に行って、その時このロゴをですね、この編集長をしてたんですが、このロゴをここに入れようとかいう議論をしてるちょうど最中だったんですが、そういうこともあってすごくこのマークに2011年っていうのが非常に私自身なんていうか記憶にどうしても刻まれた年です。ただ放射能っていうのはじゃあ悪いことばっかりかと言いますと、実は我々やってるアースサイエンスにとって非常に重要でして、なぜかというと放射改変を使うと地球の年代とかいろんな年代を調べることができます。地球の歴史を探る放射改変という時計によってのみこれは実は可能です。でそういう年代を使って書いたカレンダー、これです。これ多分小学校の時にあったかもしれないんですが、地球の歴史を46年を1年に換算するとこういうカレンダーをかけることも実は放射能の一つの駅なわけですけれども、そういう放射改変の発見というのは46億年の地球の歴史、その中で人間っていうのは実は大晦日の最後の1秒で生まれてます。要するに、最後の夕方ですね。人間が誕生したのは大晦日の16時なんですね。それぐらい364日間地球が発展してきた中で、人間生まれた。そういうことを考えるとですね、我々の人生っていうのはすごいいろんな奇跡のもとに生まれてるっていうことが分かる。そういう時間を持てるのも実は放射能のおかげと言えなくもない。でもう一つ言えるのは、実は人間が石炭石油を出し始めたのはこの時計でいうとですね、23時59分59秒大晦日のですね、要するに最後の1秒で我々二酸化炭素を出し始めた。でその中で原子力発電というものが使われ、CO2 を出さないものとして使われ始めて、でもそれで事故が起きてしまったというふうに、実はいろんな思いがこの中に交錯するわけなんです。この100年間の人間の歩みという中でですね。ですから我々これからどうしたらいったらいいかっていう非常に重要な問題、わずか1秒で地球を急激に作り変えた人間がこれからどこに向かうのかっていうことを、放射改変で分かったこの時計から、こういうことを思うわけですね。で除夜の鐘っていうのは108回鳴らすわけですが、そういう除夜の鐘って我々本当に次の1秒あるんだろうかというようなことまで考えたりします。でもう一つですね、これ私の師匠なんですが、中西先生もよくご存知のフロンのオゾン層破壊を予言したローランド教授というノーベル賞をやはりもらってますが、2012年3月11日に実は亡くなってます。で彼はこういうことを言ってて、 Is it enough for scientists simply to publish a paper? 論文だけ書いていればいいのかと。 If you believe that you have found something that can affect the environment, isn't it your responsibility to do something about it? 環境サイエンスをやる人間として何か問題に気づいたんだったら何かやるべきだということをおっしゃってます。 If not us who, if not now when という、そういうことで中西先生されている取り組みってのはまさにこれを体現されているようなこと、小暮先生もそうですし、理学部の人間でもですね、ぜひこういうことに貢献したいと思って研究しているんだということを一言言っのイントロにちょっとしようと思って今付け加えたスライドです。それでその時にですね、2011年の時に、放射能が主に福島にこういうふうに
拡散してしまって、最初にやったことっていうのは我々1万1000個の土壌を取るということを、これよく最近出てくる絵だと思いますが、1万1000個の土壌を取ってきて測るということを400人ぐらいの研究者で組織してこのマップを書いたっていうこと、これは実は非常に重要で、いろんなその後の研究の一つのベースになっているような、そういったものだろうと思います。この辺あたりから少し科学の話をしていこうと思いますが、じゃあこれは水平の分布なんですが、鉛直分布はどうなっているかって、これもいろんな論文がもうすでに出されていますが、セシウムとかヨウ素っていうのが土壌の、これは深さです。この場所で我々が2011年の4月13日に調べた分布ですが、セシウムとかヨウ素っていうのは表面にへばりついているわけですね。でこれは実は化学屋にとっては非常に不思議というのは、セシウムというのはアルカリ金属ですからすごく溶けやすい、ヨウ素もハロゲンですからすごく溶けやすいのに、実は事故から5年経ってもほとんどこれは動いてないわけですね。でこの事実はサイエンティフィックに大事ですが、実は応用面でも非常に大事で、この後行われた2011年の除染の作業では表面5センチを削ればいいんだっていうことがその頃よく報道されていましたが、それはこういうデータに基づいてるんですが、でも理屈がわからないとこれは不安なわけです。つまり我々ケミストの直感で動きやすいものはへばりついてる、もちろん小暮先生の研究もそれに回答を与えますが、じゃあなんだか分かんないけど表面にあるよってんじゃなくて、こういうことだから表面にとどまるんだというのを我々知るべきなんですね。そのことが将来への正しい予測につながるということで、この中に入っている少しサイエンティフィックなバックグラウンドをもうちょっと一つ言っときたいのは、じゃあまずなんでヨウ素セシウムがばっかり環境中に見られるんだろう。これはちょっと一般の方多いと思うんでこのことを持ってきたんですが、メルトでそれはですね、沸点が低いからなんですね。ジルコニウムに覆われたメルトがあったとすると、これの融点が1855度ですから、それよりも低い温度のものが一旦ガスになって気体になって環境中に出て、先ほどのようなセシウムボールみたいなものを、最終的には作ったかもしれないし、いろんな化学形態で飛び出したということで、なぜヨウ素セシウムが多いのか、まずそういうことを我々は理解しないといけない。これは沸点が低いから。じゃあもう一つですね、セシウムの問題、今日中西先生フォーカス、これからはセシウムだという重要だっていう、もちろんそうなんですが、もう一つ言えば、じゃあどっちがヨウ素とですね、ヨウ素は半減期大化だったわけですが、どっちが有害か。実はですね、セシウムはカリウムと同じように動きます。で我々の体内には実は放射性のカリウムがすでにあります。このカリウムは1秒間に4000発放射能を出してます。ですから皆さんの体から僕に向かって放射能弾が来てるし、僕から皆さんにも放射能が来てる。それはカリウムのせいで、セシウムはカリウムと同じように動くんですね。だから基本的にはセシウムが取り込んでもセシウムの行った先にはカリウムがいて、でそこは実は人間にとっては、放射能にある程度耐性がある場所と言えなくもない。ところがヨウ素というのは恒常性に濃縮するわけで、これはたった 20g のこの首の下にある器官ですが、そうするとですね、セシウムに比べると 60kg の人なら3000倍濃縮することになります。ですからヨウ素っていうのはもう半減期が過ぎてないんですが、やはり一番怖いのはヨウ素を吸い込んだ時に恒常性に濃縮して、それが起こすがんということになります。で今ですねこの我々の分野ではヨウ素がじゃあもともとどういうふうに分布していたかっていうのを一生懸命測るということをやってます。ところがもともと環境中に広く見つかったヨウ素は陽化なんですね、半減期ですからこれもうないんです。だからヨウ素の被曝を受けた人はもうなくなってるヨウ素でもそれが体の中では記憶されてるわけです。放射線を受けた記憶があるわけですね。でもそれは今再現できない。どうすればいいのか。で実はヨウ素の同位体に1570万年の半減期を持つヨウ素129というのがあって、これを今一生懸命測るということを日本中でやっています。でこの分布がですね、これは放射能の量は実はこれよりずっと少ないのでそんなに有害ではないと思ってるわけですが、でもこれの分布を調べるともともとヨウ素131があった場所が分かるので、その時その場所にいらした方はもしかしたらヨウ素を気にした方がいいよということをこれのベースに言うことができるわけです。でその時にですね、もう一つ気になるのはヨウ素なぜ表面にとどまっているのか。これはヨウ素がなくなる前に我々測ってます。ヨウ素なくなる前に測っていって表面に濃縮している。表面にあると実はヨウ素はガスになります。ヨウ素が土壌にくっついたと実はガスになって吸い込んだ可能性があるわけです。ですからこのヨウ素の再飛散と体への取り込みというのは非常に重要な問題ですが、結構わからないことが多い。じゃあまずは今日ヨウ素の少し話をしようと思いますが、ヨウ素なんで表面にこんなに
濃縮っていうか固定されるんですかっていうのは、実はですね、私放射科学をやってたので、実は事故の前からそういう研究をしておりまして、これ千葉県のですね、養老温泉という要素をたくさん含んだ水が土壌の中に流れ込んでいる場所がありまして、ここでの要素の強度っていうのを実はその時調べていました。で、科学的に言うと、この温泉の水には要素が I- というイオンの状態で入ってるんですが、これが土壌の中に入るとどうなるだろう。これ先ほどと同じようなものですが、もちろんこれは千葉の養老温泉の土壌なんですが、要素の分布はですね、これ土壌の中でこういう分布をします。で、土壌の炭素、有機炭素もこういう分布をします。で、普通ですね、イオンはですね、鉄の酸化物によくくっつくと言われて、鉄と挙動を共にすることは多いんですが、この土壌の中で要素は土の中の有機物と同じような分布をしているということが分かりました。これはちょっと不思議です。なぜなら入った時は I- で来ているのに、何か有機物とついているよっていうことを意味しているというのはなぜなんだろう。で、我々実は放射光、さっき小暮先生のお話にも出てきましたが、スプリング8とか、筑波にもあるんですけれども、こういう放射光を使った研究をしておりまして、指紋だとこういうスペクトルというものが、これは物質を調べる上で先ほどの電子顕微鏡が非常に強力なんですが、それのと、対をなすような、双方的なというか、これで実は化学結合を見ることができるわけです。ちょっとメカニズムちょっと省略しますが、で、要するにこれがその放射光で得られるスペクトルというものですが、横軸がエネルギーで縦軸が X 線の吸収量を表してますが、それがエネルギーによって変化してきます。で、これがですね、指紋だと思っていただけるといいと思います。で、ここにいろんな要素の化合物が書いてありますが、今の土壌の中の要素のこのスペクトルっていうのは、実はこの要素は何かというと、ベンゼン環にくっついた要素なんですね。で、これは標準物質なんですが、それからもう一つ不織物質という、これも後で西村先生の話とかで出てくると思いますが、不織物質というのは実は土壌中の有機物の主成分でして、これは腐葉土ですね。要は植物が腐って分解していく途中でできた有機物が、実は先ほどの出てきた粘土鉱物とかとぐちゃぐちゃっとこう混じり合って、非常に強くくっついているという状態になっています。で、その不織物質というものに実は要素がくっつくんだということが、こういうことを解析すると分かるんですね。で、それは分布からも分かります。これは蛍光 X 線というものを使った分布の絵なんですけれども、ここにですね、要素が濃縮している場所があります。これ土壌の粒子です。で、大きさが、これが10ミクロンぐらいなんで、数十ミクロンの粒子ということになりますが、その周りに実は炭素も濃縮している場所があって、この部分と要素がよく相関していると。つまり繰り返しですが、土壌の中の有機物が多いような場所に何かセシウムが分布してるんだよっていうようなことが分かるわけです。それはちょっと不思議で、最初はですねI- でこれは確実に I- としてこの土壌の中に要素は入っているんですが、土壌自身を調べるともう要素は有機体、こういうものになっちゃってる。で、実はそれは仮説がありまして、ラッカーズという酵素で要素を酸化すると I2 とか HIO という化合物に土壌の中になります。これ微生物の出す酵素です。で、こういったものは実は吸電子置換反応でこのベンゼン化にすごく行きやすいということが分かっておりますので、多分こういう反応で、要素が不葉土みたいな有機物にくっつくんだろうと。で、ラッカーゼというのを実際の土壌で調べますと、やはり要素の分布とすごく相関をしておりまして、ですからこういうものが効いて要素が土壌の中の、有機物にくっつく。で、実はこの有機物はですね、もともと入ってきた I- に比べるとすごく土壌にくっつきやすいんですね。なのでこれが多分福島でも同じようなことが起きていて、こういう要素が表面にとどまるというようなことを起こしたんじゃないかということが考えられます。ただですね、福島の土の中の要素、放射性の要素ってのはこれまたものすごく濃度が薄いので、これはもう完全に直接見ることは困難なんですが、ただ溶液化学的にですね、そういう不織物質というのはアルカリですごく溶けやすいので、アルカリにつけた時にこれは福島の土壌を抽出したものなんですが、アルカリにつけた時に要素は溶け出しますと。ですがこれを一旦酸性しますと沈殿を起こすというのも不葉土の不織物質の
性質でして、こういった挙動からしてですね、この福島で表層にとどまった要素っていうのはおそらく有機物とくっついた形になってしまって、その後の移行っていうのが、少し制限されてるんじゃないかというふうに考えることができます。ただしですね、先ほども言いました要素はですね、この I2 というにもしなってしまいますと気化します。ですからこの気化がどれぐらいで、これは酸性になればなるほど気化しやすいとか、いろんな条件、有機物が少なければ当然気化しやすいとか、いろんなことがありますんで、これは実はどういう福島の土壌だったらどれぐらい再飛散しやすいのか、再帰散しやすいのかっていうことはですね、これからの内部被曝を評価するという上でも重要でありますので、私はこの要素の研究っていうのももう少し重要な部分が残っているというふうに考えています。はい、でじゃあ一方のセシウムの話に行きたいと思います。でセシウムはですね、先ほど風化クロームとかバーミキュライトとかっていうお話がありましたが、これをですね X 線の吸収スペクトル、私がやっている放射光を使ったスペクトルで見るとこういう見え方になります。これは直接目で見るというよりはスペクトロスコピー、スペクトルを通して見るということになってしまいますが、セシウムはですね、水に溶けているときはこんな風な構造、これセシウムの周りに水が8つくっついているという状態です。この状態の時には実はこういうスペクトルができます。これ何を表すかというと、中心にセシウムがいてどれぐらいの距離に酸素がいるかというのを表しているんですが、で先ほどお話になったバーミキュライトにもしセシウムがくっつきますとどういうふうになるかというと、これもある程度推測なんですが、ただこういう粘土鉱物のこういうやつですね、先ほど電子顕微鏡で綺麗な写真が出ていましたが、こういう層状になっているこの部分と結合を作りますと、ここにピークが出てきます。でこのピークはですね、何でもかんでも出るわけではなくて、実は例えばストロンチウム、これもまた別の放生核種として重要な、元素ですが、ストロンチウムをこの中に入れると完全に水を伴ったまま入ってしまいます。これもスペクトルを見ると分かる。ところがセシウムはこの水をサイズが大きいということ、それから水は水との相性がそんなに良くないということから、中に入った時に水を切り離すんです。切り離してしまうと、こんなような構造になって、粘土と直接結合を持っているために非常に安定な、我々内見型の表面索体とかって言うんですけれども、こういう化合物を作ってしまうためにセシウムはなかなか溶けなくなるということになります。で一方これはですね、他にイオンが来ると、例えば環境中にナトリウムとかいろんなイオンが水の中にあります。これ簡単に入れ替わってしまうんですね。イオン交換してしまうということが起きて、こちらなのかこちらなのかというのが実はセシウムとかあるいは他の元素もそうなんですが、動きを調べる上で非常に重要だということになります。で実際の福島の土壌で、これはですね、残念ながら放射性セシウムを見てるわけではなくて、我々後からセシウムをその土壌に添加したものを見てるんですが、それでもですね、こういうふうに福島の土壌とか福島の河川の堆積物にセシウムを添加すると、先ほど言ったこのピークが見えてくるわけです。でそれは、土壌とかこういったものに確かにセシウムをがっちりつけるものが存在しているよっていうことは教えてくれるわけなんです。でこれは実は後で出てきますが、何でもかんでもそうではなくて、福島の例えば砂浜の砂に同じことをやったらここにはピークは出ません。ところが土壌に入れればその中に粘土鉱物なり雲母なりがあるためにここにピークが出てきます。ですから逆に言うとこれを調べればそのセシウムが土壌にがっちりつくかどうかが分かるよということになるわけなんです。でじゃあそれは川に入ったらどうだろうということで、川の調査も我々していますが、川の水をろ過をしまして溶けているものと、目にはなかなか見えるか見えないかのサイズですが、川の中の粒子にくっついているかどっちかっていうのを調べるということをやりますと、福島ではですね、ほとんどが粒で動いています。だから川の水の中をセシウムは動いてるんですが、それは例えばこの透明な水にイオンが溶けてます。これは完全に溶けてる、水に囲まれた状態で溶けてる。ところがセシウムは福島の川ではこういう状態ではなくて、小さな粒子とともに動いているということになります。で、それもですね、先ほどのエグザスを測ると確かにそういう粒子にセシウムをくっつけるとこういうピークが出てくるから、こういったものがあるんだよということが分かるわけです。じゃあ
それはマクロに見てどういう意味がある？今のはミクロアトム原子レベルの話ですが、マクロな点でどういう意味があるかと言いますと、これはですね、2011年の11月のセシウムの分布、ほぼセシウムの分布です。それを6月で割ったものなんですね。つまり福島の事故が起きた後、二次的にセシウムを濃縮した場所がこういうふうにマークされています。ですからもともと高かったのはここなんですが、事故が起きた後放射能が増えた場所というのがあって、それはこういう場所なんです。どういう場所か。これはですね、宮城県の角田市、これはですね、阿武隈川が急流になって丸森で落ちていって、その後平らになったところなんです。そこではですね、ちっちゃな砂粒が堆積します。ですからセシウムを持ったものが川を降りて緩やかな流れになった時にドサッと落ちた。つまりそれはセシウムが粒子として動いているからここにたまるんだということになります。あるいは河口でもですね、皆さんご存知の通りいろんなものが堆積していきます。河口でデルタ地帯みたいなのを作る。その時にも川を流れてきた粒子がここでドバッと落ちる。その時にセシウムは粒子と一緒になって落ちるんだということが分かって、何が言いたいかというと、こういうアトミックなレベル、小暮先生の電子顕微鏡の話も同じですが、こういう分子スケールでこれなのかこれなのかというのは土壌の中での分布を変えます。セシウムはこういう結合を持つから表面に濃縮してますよ。ところがストロンチウムはこうだから、もしあったら深くまで潜ります。そうすると極端なことを言えば、ストロンチウムはですね、セシウムは表層で侵食をして川に入って流れていく。で河口みたいなところに堆積する。でもストロンチウムはどちらかといえば下まで浸透しやすいので、どちらかといえば地下水に行きやすいという具合に、もちろん地下水に行く割合はすごく少ないですけれども、こういう結合なのかこういう結合なのかっていうのはその後の移行を予測する大きなベースになるわけです。ストロンチウムだったらセシウムに比べれば中を浸透して地下水に入りやすいでしょと。でもセシウムは動かないんだから、表面を削られて川に入って粒子として動いていくでしょという具合に、こういった非常に理学的などういう構造を持つかという情報がその後の挙動を推し量る基礎になるわけなんですね。なのでこういう理学的な研究も、いろんなことに貢献していって、分子スケールの話とマクロスケールの話っていうのが、常にリンクしてるんだということをご理解いただけると、もう一つ理解が深まるんではないかというふうに思います。ところがですね、それは福島の話なんですが、チェルノブイリでは実は逆です。チェルノブイリの川ではですね、論文を紐解きますと、実は溶けてるセシウム、先ほど福島ではですね、これをろ過するとほとんどろ過されちゃう。粒子にくっついている。溶けてるものはほとんどないよ。ところがチェルノブイリに行きますと逆なんですね。溶けてるものの方が多いんです。これはなぜでしょう。で、実はチェルノブイリはどういう地層、これはもう完全に地質とか土質という問題になって、周りの環境はどうかということですが、先ほど小暮先生からその福島というのは風化花崗岩という話があります。チェルノブイリはですね、寒いところなので有機物は分解しづらいわけです。で、そういうところでは有機物は溜まって泥炭地という土地を作ります。つまり有機物はものすごく量が多いわけです。で、そうするとどういうことが起きるかというと、我々その時ちょうどチェルノブイリのところに調査をしに行ったんですが、この後ウクライナが政情不安で入れなくなっちゃって、ギリギリ政府で行けたんですけれども、この川の水見ていただくとこういうふうにすごく茶色いんですね。ですから有機物の濃度が、溶存有機物の濃度が福島の実は10倍あります。福島阿武隈川に比べると。で、どういうことが起きるかというと、有機物は先ほど言った実は腐食物質です。要素のところで出てきた腐食物質が今度は粘土鉱物を覆ってしまうと、セシウムが中に入ることをブロックしてしまうということが、やはりエグザフスというこの分子レベルの解析から分かったわけなんです。ですからこの有機物って要素とは直接結合を作るんだけど、セシウムの場合は粘土鉱物の中に相関に入るのを防いでしまうっていうふうに、相手によって違う性質を持っちゃってるわけなんですけれども、ですから漫画で書きますと、福島ではですね、有機物はどちらかといえば少ないので、雲母とか粘土鉱物がそれなりに層をあらわにした状態ですから、セシウムは入っていくことができる。ところがチェルノブイリになると、こういうものがたくさん有機物があるせいでブロックされてしまって入れないので、結果的に溶けたセシウムが増えるというふうに理解することができます。これなんで重要なのかというと、
なぜ溶ける溶けない、それはさっきの動きの問題もありましたが、河川に入ってしまうと今度プランクトンがいます。プランクトンは溶けてるセシウムを取り込みやすいのか、くっついたセシウムを取り込みやすいのかといったら、溶けてるものを取り込みやすいわけです。ですからセシウムがこの状態でいるのか、この状態でいるのかはプランクトンへのセシウムの移行を制限する、支配することになります。でそうするとそれをお魚が食べてっていうふうに生態系にどう回っていくかがそれで決まるわけで、ですから溶ける溶けないの理解っていうのはセシウムの動き、先ほど言った二次的な濃縮もありますが、生態移行の理解の第一歩だというふうに考えることができて、我々あるところは理学的ですが、溶けるのか溶けないのかということをいろんなデータを総動員して理解していく。それがですね、こういう移行挙動とか生態への影響を最終的には予測する大きな足がかりになるんだというふうに言うことができます。で、そういったですね、少し理学的なところを、ちょっと複雑なところはすっ飛ばしたお話をしてますが、そういうわけでそのセシウムをどれだけ吸着できるかっていうのは非常に重要な問題でして、福島でどれぐらい福島の川の中にある粒子がセシウムをくっつけるかなんていうことを、こういう熱力学的なモデルを使って解釈するということもやっています。でこれも等温吸着線というんですが、大体3つの、先ほど小暮先生もお話しされてたどういう場所にくっつきますかっていうのを、もちろんこれは仮定をある想像をして、でそれがセシウムをどれぐらいくっつけますかなんていうことを仮定をして、こういうフィッティングをしますと、こういう場所にこれだけセシウムがくっつくということを評価できるよっていうようなことをやったりしてます。ちょっと時間の都合で飛ばしますが、ただその時重要なのはやはり陽イオン交換、どれぐらいそのサイトの数があるかとか、それから粒径ですね、粒子のサイズが小さい方が表面積が大きいからいっぱいくっつけるとか、あと鉱物組成とか、先ほどお話した有機物の影響とか、こういったファクターがあるよっていうことが分かって、この辺飛ばしますが、結果的にですね、どれぐらいセシウムをくっつけられるかっていう因子に RIP っていうものがあるんですが、それはこういった式で説明できますよっていうようなことを最近やっています。福島地域にあるところは限って経験的に分かったことなんですが、これを使うとどういう地質だとどれぐらいセシウムを高配置だとどれぐらいのセシウムが粒子にくっつきやすいかということを、あらかた予想ができるということになります。でこれまで、いろんなお話してきましたが、これからの課題っていうのをあと2つ述べて終わりたいと思います。で今お話したように、2つあります。2つ挙げようと思います。1つは先ほど小暮先生からお話になった、セシウムボールみたいなものですが、もう1つは河川、河口、海水の系の話ということ、この2点を少しお話しして終わろうと思いますが、まずですね、海水というのはどういう性質があるかというとですね、実は塩濃度がものすごく高いです。川の水に比べるとナトリウムとかカリウムとか、それからセシウム自身、安定なセシウム自身も、河川よりはずっと多いです。ですからこういった塩濃度が上がった時にセシウムは実は溶け出してくる可能性がある。川の水の中でセシウムをくっつけた粒子が河口から海に入っていった時に、このセシウムは実は溶け出す可能性があります。でそういったことを今我々研究をしていまして、実際にセシウムを持った粒子に海水を加えますと、これぐらいの時間を置いときますとだんだんセシウムは水の方に溶けていっちゃう。でそれはエグザストのスペクトルとも合っていまして、どんどん溶ける前はこうなってるんですが、溶けていった残りの固体側を見ると非常に強くくっついているのが残るというふうに、弱く結合しているのはどんどんセシウムが溶け出していくということが分かっていて、それはですね、先ほど申し上げたイオン交換反応、ここではジェネラルアブソープションモデルと言ってますが、このモデルを使うことで、予測することができます。河川に比べて海水中ではちょっと言いますが、安定セシウムを含む高い濃度の陽イオンが存在すると。そうすると他の陽イオンが固相のセシウムと交換し、液素のセシウムが溶出しやすくなって、しかも安定なセシウムが海水の中にたくさんあるので、これもセシウムを溶かし出すのにかなり効果がある。で計算上はですね、河川から持ち込まれた粒子の中のセシウムのほぼ 99% のセシウムが海水へと溶け出すだろうということが予測できて、実際にそういった分析も一部共同研究者がやっています。ですからこの一つの今後の課題は、この河口に入ったセシウムが
海に入ったセシウムはどういう挙動をするのかっていうのが一つ課題で、もう一つは今度出てくると、上流と下流という話をすれば一番下流の話今しましたが、上流の部分は分かんないことです。ということで、これ代表的な論文、先ほどもご紹介あったこういうセシウムのガラス玉が放出されているよ。で、特徴はですね、鉄とか亜鉛が非常に多いんですけれども、これ小暮先生の、お仕事ですが、鉄とか亜鉛が結構入ってるんですが、我々もこれ興味を実は最初も持ってたんですが、なかなか技術がなくてできなかったんですが、山口さんとか先ほどご紹介あった共同研究者と仕事させていただいて、今この粒を分離して分析するということをやってます。で、我々の方で今やっているのはですね、このガラス玉の中のウランの同位体比というのを調べました。で、これはナノシムスというものでやるんですけれども、この中のウランの同位体比がこれです。ウラン235、230。で、原子力発電の時は235をですね、濃縮して使うわけですが、これが、核の連鎖反応を起こすわけですね。で、これはだんだん天然では 1% 以下なんですけれども、実際には2% とかもっと濃縮をしているわけなんです。で、実際に測りますと、これはやはり天然の値を超えた 2% ぐらい。だから非常に235を濃縮した状態にある。で、ところが福島の原発何年稼働したっていうのでやりますと、実は予測することができて、その予測値がこちらです。この赤いやつ。こちらが実測値です。というふうに予想とほぼぴったり合っていまして、2号機3号機のウランの燃料からですね、その連鎖反応を終えた燃料からこのセシウムボールの中のウランは出てきているということが分かって、要するにメルトダウンしたこの燃料からウランが飛び出してきていると。で、ここら辺にウランが冷却している場所があったりとか、他にも候補はあるわけなんですが、こういうことを調べますと、どっからそのセシウムボールが、少なくともウランに関しては飛んできているかっていうようなことが、分かるというのが一番最新の知見です。で、もう一つ我々興味持ってますのが、実は今日なんで栃木県に調査に行ったかというと、渡良瀬遊水地にで野焼きを今日やっていまして、物が燃えた時にどういう元素が大気に入るかっていうことを実は調べてます。で、それの一つの候補が鉄なんですけれども、鉄の同位体比というのがこれ全く別の研究なんですが、気化をした時に非常に軽い同位体になる。これちょっと専門的で簡単にしますが、これ地球の普通の鉄の同位体が縦軸に取ってあるんですが、こういうエアロゾルといってセシウムボールみたいなものが大気中に入った時にはですね、鉄の同位体は非常に軽くなるということが分かってまして、これを使ってですね、こう気化したかどうか、つまりちょっと説明が不足してますが、この中でメルトを置きますね。で、セシウムボールは分かりませんが環境値に出てる。で、その時にこの中で最初に言いました気化が多分起きてるんじゃないかと我々は思ってます。セシウムとか要素が気化をして飛び出す。だけどもそれ証拠全くないわけです。この証拠をいかにつかむかというのは、一つは今言ったような鉄の同位体比みたいなのを使うと、ここから気化した時には鉄の同位体比が非常に軽くなるよっていうことを別の研究で我々発見してますんで、こういったものを応用してですね、鉄および亜鉛の同位体比から揮発のプロセスでセシウムボールができたかどうかなんていうことを今後調べていく必要があるなというふうに思っています。なので今我々が思っている、ややどちらかというと理学的な課題というのはですね、一つは河川河口海水系でのセシウムの挙動の組過程、特に海水に入った時のセシウムの分配って書いてますが、要するに脱離溶解ですね。もう一つはセシウムボールで、特にこれ本当に原子炉の中から揮発して元素が飛び出したのかなんていうことに今興味をというか、そこが重要だと思って研究をしています。ということでまとめです。セシウム要素の水溶解性以降は雑草などに化学種の特定により合理的に理解可能。こういうアトミックスケールのものがマクロスケールの情報を与えるよ。その理解に基づく吸着反応のモデル化などによりセシウムの吸着挙動を予想できる。河口海水系では塩分濃度や安定セシウム濃度の増加によりセシウムが溶解する可能性が高い。今後の課題として放出性物質の大気への放出及び拡散のこの部分の科学的平等、それから懸濁粒子が河口から海洋に移行した場合の脱離挙動が我々少なくとも私が考える課題として挙げられるというふうに
思っています。以上です。